ねえ古墳さん、北海道の歴史って縄文からアイヌへ続くだけなの？いきなりどうしたんだ弥生さん。そんな単純な話じゃないんだぜ。いや、最近北海道の遺跡のニュースを見たんだけど、よくわからなくて。北海道は、本州とはまた違った激動の歴史を持っているんだ。特に、オホーツク文化の人々はかなり重要な鍵を握っているぜ。オホーツク文化？あんまり教科書で詳しく見ないわね。実は2025年に、このオホーツク文化に関する決定的な論文が出たんだ。へえ、最新の研究ってことね。何がわかったの？一言で言えば、北海道への移住は2回の大きな波があった。ってことだ。2回も？誰がどこから来たのよ。それがロシアの極東、カムチャツカヤームール川流域なんだぜ。そんな遠くから。昔の人はすごいわね。今日は佐藤らの2025年の最新論文を中心に、古代ゲノムが暴いた北の海の集団史を解説するぜ。なんだか壮大な話になりそうね。よろしく頼むわ。まずは基本のおさらいだ。北海道の時代区分は本州と違う。本州が弥生、古墳時代の頃、北海道は俗縄文文化、だった。稲作が広まらなかったから狩猟採集が続いていたのよね。そうだ。その後、7世紀頃から薩門文化、になる。これが、後のアイヌ文化の直接的な母体と言われているんだ。ふむふむ。そこまでは聞いたことあるわ。だが、5世紀から13世紀にかけて、オホーツク海沿岸に謎の集団が現れる。それが、オホーツク文化、の人たち？その通り。彼らは北海道の北東部や樺太、千島列島に住んでいたんだ。彼らは薩門文化の人々とは、明らかに違う文化を持っていたぜ。同じ北海道に違う文化の人たちが同時に住んでいたの？ああ。だからこそ、彼らが何者でどこへ消えたのかが大きな謎だったんだ。じゃあ、まずはオホーツク文化の特徴について解説するぜ。彼らは徹底的な海洋的応民、だったんだ。海で暮らしていたってこと？遺跡は海岸沿いに集中していて、アザラシやトドを飼っていたんだ。動物考古学や同位体分析でも、海産物に依存していたとわかっている。ワイルドね。縄文人とは違うの？縄文人も海産物は食べたが、オホーツク人はレベルが違うぜ。彼らは外洋に出て漁をする高度な航海技術を持っていたんだ。特徴的なのは、セイウチの牙で作った像や釣り針が出土することだな。セイウチ？北海道にセイウチなんているの？いいところに気づいたな。今は北極海やベーリング海にしかいない。つまり、彼らはもっと北の古代コヤーク文化とも交流があったんだ。交易ネットワークが広かったのね。それと、もう一つ重要な特徴が、熊送り、の儀礼だ。熊送りって、アイヌ文化のイオマンテ？そうだ。オホーツク文化の住居跡からヒグマの頭骨を祀った祭壇が出るんだ。この習慣は、同時代の本州や薩門文化の遺跡にはほとんど見られない。じゃあアイヌ文化の熊送りはオホーツク文化由来かもしれないの？その可能性があると考古学では考えられてきたんだぜ。だから、オホーツク人がアイヌ民族の形成にどう関わったかは超重要なんだ。なるほどね。でも彼らは13世紀にいなくなったんでしょ？東部では飛び二体文化、という融合文化を経て薩門文化に吸収されたと考えられている。彼らの遺伝子は消えたわけじゃなく受け継がれたはずだ。それがゲノム研究でわかるのね。ああ。だが、その前に彼らがどこから来たか、が問題だ。これまでの研究では、頭の骨の形やミトコンドリア DNA から、アムール川の下流域に住むウリチやニブフに近いと言われてきた。アムール川って、ロシアと中国の国境を流れる大きな川よね。そう。実際、オホーツク文化の土器は、アムール川のマッカツ文化のものと似ている点があるんだ。じゃあ、アムール川の人たちが南下して北海道に来たってこと？それが定説だったんだが決定的な証拠がなかったんだ。全ゲノムレベルでの解析は最近まで行われていなかったからな。骨の形だけじゃ細かい根血まではわからないものね。そこで登場するのが、礼文島の浜中に遺跡から出土した人骨だ。ここはオホーツク文化の遺跡として非常に有名なんだぜ。礼文島って、北海道の一番北にある離島よね。大陸との玄関口だな。ここで保存状態の良い人骨が見つかった。まずは2021年に発表された NAT002 という個体の話をするぜ。佐藤らが2021年に解析した NAT002 はオホーツク後期の女性だ。彼女は900年前、つまり11世紀頃の人物だとわかっている。平安時代末期くらいね。どんな遺伝子を持っていたの？解析の結果、彼女のゲノムは3つの要素が混ざっていたんだ。1つ目はアムール川流域の祖先。これが約65% と一番多い。やっぱり、定説通りじゃない。だが、残り35% が面白かった。縄文人、由来の祖先と、カムチャツカ半島、由来の祖先だ。
縄文人はわかるけど、カムチャツカ？そう、もっと北の、今のイテリメン人やコヤーク人に近い成分だ。アムール川とは違うルートってこと？その通り。しかも根結した時期を計算すると不思議なことが分かった。縄文とカムチャツカが混ざったのは今から約2000年前と推定されたんだ。2000年前。俗縄文時代ね。一方で、アムールの成分が入ったのは約1600年前と推定された。あれ？順番が逆じゃない？オホーツク文化はアムール由来なんでしょ？なんでカムチャツカが先にいるの？鋭いな弥生さん。そこが最大の謎だったんだ。この結果は、アムール系の人々が来る前に北海道の北部にある集団がいたことを示す。つまり、縄文人とカムチャツカからの移民がすでに根結して暮らしていた可能性があるんだ。未知の根結集団がいたってこと？研究者たちはこれを家庭的な集団と呼んだ。だが、NAT002 は後期の人間だ。すでに全部混ざった後の結果しか見えない。本当にそんな集団がいたのか、直接的な証拠はなかったんだ。後から来たアムール系と同時に混ざった可能性もあるもんね。そこで今回、2025年の最新研究で決定的な証拠が見つかったんだぜ。佐藤たちは、同じ浜中に遺跡から別の時代の人骨を解析した。それが NAT004 という個体だ。彼女はオホーツク文化初期、の土層から見つかった成人女性だ。年代測定では409年から600年頃、つまりオホーツク文化の始まりの時期だ。さっきの NAT002 より500年くらい昔の人なのね。ああ。彼女のゲノムを調べれば、アムール系が来る前の状態がわかるはずだ。保存状態はあまり良くなかったが、最新技術で汚染を取り除いて解析したぜ。で、どうだったの？やっぱりアムール成分だらけ？それが、驚きの結果だったんだ。結論から言うと、初期オホーツクの NAT004 にはアムール、成分があまりなかった。オホーツク文化なのに。ああ。彼女のゲノムは縄文とカムチャツカの混合だけで説明できたんだ。具体的には、縄文系が約51%、カムチャツカ系が約49%という割合だ。半分半分じゃない、完全に混ざり合ってるわね。これは2021年に予想された家庭的な集団が実在した直接的証拠だぜ。すごいわ、パズルのピースが埋まった感じ。後期の NAT002 は、この NAT004 のような集団に後からアムール系が混ざって生まれたんだ。図にするとこうなるぜ。まず2000年前頃、俗縄文時代にカムチャツカ半島から集団が南下してきた。彼らは千島列島またはカラフトを伝って北海道北部に到達した。そこで先住の縄文系の人たちと出会って、根結したのね。そう。そして数百年かけて独自の文化集団を形成していた。これが NAT004 のような初期オホーツク人の正体だ。そして1600年前頃、今度は大陸のアムール川流域から大きな波が来る。彼らが北海道に渡り、先にいた縄文、カムチャツカ根結集団とさらに混ざった。それが NAT002 のような後期オホーツク人になるわけね。そうだ。つまりオホーツク文化は単一の民族が移動してきたんじゃなく、複数のルートからの人々が北の海で出会って生まれた多層的な文化なんだ。ダイナミックね。海を越えて何度も人が行き交っていたなんて。さて、この話はオホーツク文化だけで終わらない。アイヌ民族への影響だ。従来、アイヌ民族は縄文文化集団など様々なルーツが考えられてきた。そうね。縄文の要素が強いって聞くわ。遺伝的にも間違いなく縄文がベースだ。だが、それだけじゃないことが確定した。今回の解析モデルでは、アイヌ民族にはオホーツク人のゲノムが縄文に次いで含まれていると示された。縄文7割、オホーツク3割、そこに本州渡来系が混ざる。みたいなイメージだな。オホーツク文化人が持っていたアムールやカムチャツカの DNA も受け継いでいるのね。そうだ。これがアイヌ文化にある熊送りの起源ともリンクするんだ。縄文時代にはなかった熊祭りが、オホーツク文化経由で入ってきた可能性がある。文化も遺伝子も、北からの贈り物が混ざり合っているのね。あ、古墳さん、ちょっと待って、聞き忘れたことがあるわ。どうしたんだ？その縄文系とカムチャツカ系、アムール系はいつ、どこで出会ったの？あと、オホーツク文化が来る前の北海道やカラフトには誰がいたの？それと、本州の古墳時代の影響は？質問攻めだな。いいぜ、整理しよう。まず、オホーツク文化が来る前、北海道には縄文人がいた。時代区分でいう、俗縄文時代の人々だな。縄文人の直系の子孫ね。ああ。そこへ、第一の波が来た。約2000年から2200年前、カムチャツカ半島から人々が南下した。彼らは千島列島またはカラフトを伝って北海道北部に到達した。そこで俗縄文人と出会ったわけね。そう。
礼文島のような北海道北部で2つの集団は根結したんだ。NAT004 が、その根結集団が実在した証拠だぜ。これが、初期オホーツク文化の担い手になった。次に、第二の波、だ。約1600年前、今度はアムール川流域から別の集団が南下してきた。彼らが、先にいた NAT004 たち、縄文、カムチャツカ根結集団、と出会った。またそこで根結が起きて、後期オホーツク文化、になったのね。そういうことだ。北海道とカラフトが、まさに根結のるつぼだったわけだ。じゃあ、古墳時代人の影響は？本州からは誰も来なかったの？オホーツク文化そのものの形成には、古墳時代人の遺伝的影響は見つかってない。彼らの根結相手はあくまで北の集団と北海道の先住集団、縄文系、だった。津軽海峡で分かれていたのね。ただし、話はまだ続くぜ。オホーツク文化が消えた後、縄文系の薩門文化の人たちと、オホーツク文化の人たちは縄文系を主体としながら融合していく。その子孫がアイヌ民族だと考えられている。2021年の論文では、アイヌ民族の成立モデルが計算されていてな。そこでは、縄文系、薩門、と、オホーツク系、と、本州日本人、の3者の根結が示唆されてる。じゃあ、古墳時代から後の本州の人も、最終的には近世アイヌの形成に関わったのね。そうだ。オホーツク文化の成立には関わらず、その後の近世アイヌの成立に影響したんだ。北の歴史、複雑だけどとても重要な歴史ね。ゲノム解析でここまでわかるんだから本当にすごい時代だぜ。今回の佐藤たちの研究は、たった1体の骨から歴史を書き換えた。初期にはアムール系が少なかったという事実は、今後の教科書を変えるかもな。最新技術ってすごいのね。昔の人の旅路がここまでわかるなんて。北海道は日本の北の端っこじゃなく、北東アジアの十字路だったんだ。カムチャツカ、アムール、本州、いろんな人が出会って今の北海道がある。なんだかロマンを感じるわ。もっと詳しく知りたくなったわ。おう。他にも面白い論文があればまた解説するぜ。というわけで、今回はここまでだ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。